次期首相について、エリックさんは高市早苗氏のことを正直ディスってるのかじゃ、保守が嫌いなのか、高市が嫌いなのでしょうか。僕は裏金議員が嫌いです。高市早苗さんを支持している人の中で、裏金ぐらいいいじゃないかとか、裏金ではなく不記載であるみたいなことを言う人ですけど、僕は裏金をもらっているような人が良くないと言っていて、で、裏金議員が推薦に20人みんな発表してるんですけど、20人のうち13人が裏金議員だったのが高市早苗さんなんですよね。結局じゃあ裏金議員に推薦されたら、じゃあこの後、国会議員が裏金のようなものをもらったときに、厳罰を与えますかって言ったら、与えませんってなるんですよ。裏金のようなものをもらったり、不記載だったりっていう人たちが大臣になりましたとかってなったら、やってもいいじゃんってことになるじゃないですか。ルールの微妙な隙間を縫ってやっているので、これは合法であるという考え方ももちろんわかりますと。ただ、それをルールを作る人がやっちゃダメでしょって話なんですよ。ルールを作る側の人たちは、ギリギリのラインを通ったら違法にはならないというのを分かって法律を作って、自分たちがギリギリのラインだからこれ合法なんだよって言ったら、いやいやいや、そんな自分たちで決めてんだからそれ合法っていうのおかしくね。理科に冠を正さずって言葉があるんですけど、誰かが決めたルールの中で、ルールに落ちませんでしたは、もう勝手にやってください。民間でそういうもんなんですよね。なんですけど、ルールを作る側は、法の趣旨にのっとって、仮に抜け穴があったとしても、法の趣旨としては、企業から献金をもらってはいけませんとなってる以上は、それは党に入れて、その後キックバックをもらう。で、一回党のところを経由してるから、これは個人ではもらってませんっていうのは、法律の建前では言えるかもしれないけど、でもその企業が払ったものが党の本部に行って、政治家個人に行ってる以上、それは企業からの直接献金と実質的には一緒じゃないかと。っていうのを、いや、法律上大丈夫なんだからこれは大丈夫なんだっていうのを、僕はそういう法律を作る人たちというのが、日本を牛耳るのは良くないと思ってるので、なので裏金議員が活躍をするというのは日本にとって良くないので、高市さん良くないんじゃないですかっていうのを勝てます。保守が嫌いとか高市さん嫌いとかなく、裏金議員が何のペナルティもなく、好きなようにやっていくという日本社会というのが良くないと思ってます。ちなみに政治家以外は逮捕されてるんですよ。出納関係者とか会計責任者とか。お金をもらった政治家は逮捕されずに、現場の経理担当だった人が逮捕されているっていう、弱い立場の人だけが泣きを見て、で、お金をもらっている政治家という権力のある偉い人たちは、何の問題もなく、支持者の人たちは、裏金なんか何が悪いんだとか、法律上は合法だとか、警察が追及してないんだから、これは問題ないんだみたいになってると、いやいや、どうなのっていうふうに僕は思ってましてさ。高橋さんもパンフレット配っちゃってるとか、金利を上げるのはバカだっけ？金利を上げるのは良くないみたいな、日銀に対して言っちゃったっていうのが、あれがやっぱり経済畑からするとやべえなっていう感じがしちゃったんですよね。日本銀行というのは、これ僕言わなかったんですよ。写真を見て、イッテ Q に出てる人の眉毛っぽいなと思ったんですけど、これ言うと女性に対して言うことになるから、ルッキズムになるかなと思って、あえて言わなかったんですけど、顔のね、大きめに写ってる写真見てください。完全に眉毛描いてるんですよ。描いてるのがね、結構太いんですよ。あれなんか、井本さんですかっていう風に思って見始めると、もう井本さんにしか見えなくなっちゃうんですよ。本当にすみません。本当にすみません。はい。顔は関係ない。顔は関係ない。そうですよね。はい。置いといて、要は日銀が金利を上げるかどうかというのは、あくまで中立である日銀が独自の判断でやるべきであり、中央銀行というのは政府にコントロールされるべきではないというふうに多くの先進国を考えてるんですけど、こうした方がいいよねとか、こういうふうな方がいいよねという要望だったり相談はするんですけど、何々するべきとか、何々するのはバカみたいなのは、やっぱり言うべきではないよね、総理であればっていうところが、やっぱ高橋さん分かってないのかなっていうところだと思うんですよね。リフレ派でもいいとは思うんですよ。なので、リフレ派として、政府として国債ばらまきまくるとか、法律変えて、いろんな国債出します、建設国債出しますとかっていうのをやるのは全然いいと思うんですよ。ただ日銀の独立性というのが大事だよねっていうところ自体があまり理解されてないとすると、やっぱり経済どうなのっていう。リフレ派っていうのは、日本円で動いているので、円でいくら借金をしても何の問題もないと主張している一部グループっていうのがいて、本来のリフレ派とはまたちょっと違うんですよね。本来のリフレ派だと、ある程度通貨を膨張しまくって通貨安にするというので、ある程度バランスを取ることが可能だよねっていうところだったんですけど、最近だったらいくらでも円を吸ってもいい。なぜなら日本円でしかみんな支払いをしないから派閥っていうのがいて、日本円がどれだけ世の中に流通するのが増えたとしても、みんな日本円で給料もらって日本円で商品買うんだから、日本円が紙切れになるわけないじゃん派閥って
っていうのがいて、で、そういう人たちって1年ぐらい物価が高くなったっていうのをすっかり忘れてるんですよね。円をすりまくって円の価値が下がると、結果として外貨の価値が上がるんですよ。いや、ドルが高くなるんですよね。昔1ドル100円だった時に、100円出したら缶ジュース1本買えたよね。でも1ドル150円だと、100円だと缶ジュース買えなくて、150円出さないと缶ジュース買えないんですよ。っていう形で円をどんどんすりまくると、外貨で買うというのが高くなるので、石油が高くなりますよね。だから電気代高くなりますよねっていうのが、九州と四国以外の人は身をもって知ってると思うんですよね。九州と四国は原発が動いているので、電気代そんなに上がってなくて。で、東京とか東北とか原発が動いてないところは、電気代めちゃめちゃ上がって大変だよねっていうそういう状況なんですけど、高市さんどちらかというと、リフレ派のような人と対談をして、リフレ派の喜ぶようなことを言って、結果として世間的なまともな経済わかる人からは、うわ、やべえやつだなって思われてしまった。ネット上って、リフレ派の人がやたら多いんですよ。なので、リフレ派の人をバッシングすると、コメント欄が荒れるっていうのがあって、例えばコロナのワクチンって、日本人多分6000万人以上打ってると思うんですけど、なんですけど、コロナワクチンについて書くと、コロナワクチンは人ワクチンだとかっていう頭の悪い人たちがどんどん集まってきて、コメント欄が荒れるので、あんまりワクチンに関して言わないっていうのとか、リフレ派もそうで、おかしな人たちが湧いてくるから、あんまりそれ言わないっていうのがあるんですけど、みんな言わないんですけど、基本的にリフレ派ってまともな経済学者で言ってる人いないんですよね。で、アベノミクスの時代は、円をすりまくって、ETF 買いまくって株高にすることで、企業が儲かって、結果として一般市民にもお金が回るよねっていうトリクルダウンっていう理論があるんじゃないかっていうのがあったんですけど、アベノミクス8年間あって、庶民の収入全然増えてないよねっていう。一般市民の貯蓄金額ってどんどん減ってるよねっていうのが分かってて、トリクルダウンっていうのを言っていたイェール大学の浜田先生っていう人もトリクルダウンありませんでしたって言って、ちゃんと自分の間違いを認めて謝ってるんですけど、未だにリフレ派と言われる MMT 派の人たちっていうのは、アベノミクスは正しいんだって言ってて、んで、高市さんもアベノミクスは間違ってないって確かに言ってるんですよね。間違ってないんだったら物価高どうすんねんっていうね。まあそういうところで高市さんのどちらかというとオウンゴールっていうのが結構大きいんじゃないかなと思ってて、リフレ派とかによらないで、普通のこと言ってたら、多分もうちょっと支持された可能性あると思うんですよね。おかしな人たちに支持されてて、で、おかしなことを言い始めてて、ちょっとこのおかしなのが自民党の中で主流になるとまずいよねというふうに、自民党の国会議員の人たちが思ったっていうところが大きいんじゃないかなと思うんですよね。ルール守んないっていうのもあるし。高市さんが集めた推薦人20人のうち13人が裏金議員だったんですよね。裏金議員の総額合わせると確か9000万円とかで、裏金議員の駆け込み寺みたいになってて、裏金議員がその持ち上げた高市さんが勝ちました。じゃあ裏金議員が大臣とか要職に就きますってなっちゃうと、やっぱり次の選挙勝てないよねっていう。自民党の国会議員の人たちって、次の選挙に自分が勝ち残れるかどうかがすごく重要なんですよ。国会議員という先生と呼ばれて、何もしないで年収3000万プラス納税しなくていい通知費1000万円合わせて4000万円みたいなのもらえる職業と、意識の高い無職っていうのが当選と落選で変わるんですよ。意識の高い無職はやばいよね。選挙勝たなきゃいけないよってなると、やっぱりその裏金議員が、裏金問題で自民党支持率下がったっていうのは現実としてあるので、統一教会の問題に関してもやっぱり支持率下がったっていうのがあるんですけど、高市さん、統一教会の秘書を確か受け入れてて、ポスターかなんかも確か貼ってたんですよね。で、そこら辺の統一教会との関係性を確かちゃんと説明しなかったりするので、統一教会と親和性が高い、否定はしていない。で、裏金をもらっている議員を集めて推薦人にしたっていうのがあるので、やっぱりこれを自民党の頭として出して、で、総理大臣にして選挙で耐えるかっていうと結構きついんじゃないかなっていうんだと思うんですよね。なので、そんなに変な知事者を入れなければ、僕前から女性は女性に投票すれば女性がうまくいくよねって話をしてて、なので女性支持者におかしなことを言わないで、普通に無難なことを言って女性から投票を受けるっていうのをやれば、割とずっと高市さん勝つ見込みあったと思うんですけど、支持しているのがおかしな男性ネトウヨ系の人ばっかりだったので、結果として女性からあまり味方だと思われてなかったっていうのが残念だなと思いますけどね。それも本人が選んだ道だと思うので。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。